登録者50万人の若手 TV という迷惑系学歴 YouTuber が登場してアーカイブが100万再生のぶり今日です。京都大学中退28歳と早稲田大卒の34歳が他人の学歴バカにする炎上業をしている被害者のことが事件しましたが、日本に大学時間数回若手 TV も一緒学歴ネタやってくれてるでしょうか。別に今でも学歴ネタでやってって動画が再生されてるのであればやってきてるってことなんじゃないかなと思いますけど、なんだっけ、マミー石田だっけ。割と昔から学歴でこう騒ぐっていうのはネットで結構あったんですよね。マミー石田さん知ってる人いるかな。多分2チャンネルができたぐらいで、20年ぐらい前だと思うんですけど、学歴のないやつはクズであるみたいなのを、学歴最高主義みたいなのを書いてた人がいたんですよ。いや、これね、もう誰も覚えてないよね。本当にね、古参の一部しか知らないと思うんですよ。いや、だからそういう意味でいくと、昔からネットで最高学歴ないやつはダメだよねっていうのは言われてるという話で、だからそれの再生産だなというふうに僕は思ってたんですけど、はい。他人の学歴をバカにしてまずないするのはよろしくないとひろきさんの処方針からのものでしょうか。またひろきさんが若手 TV だったとしたらどのように反応しますか。しませんね。僕別に他人の学歴をバカにして金を稼ぐというのはやってたとしても多分時間の問題でうまくいかなくなるんですよね。YouTube というのがどうやって広告収益を上げてるかっていうと、一般の企業がその動画に広告を載せる、その広告の一部がクリエイターに入るという構造なので、学歴をバカにしている動画に広告を載せてるスポンサーが、おいおいこんな動画で俺の会社の広告載せんなよって言われたら、 YouTube としてははいはいすいません、じゃあこの動画消しますってバンしたりとか、広告を乗りづらくしたりっていうのが起こるんですよ。なので長期的には誰かをバカにするとか、誰かを不快にさせるというコンテンツというのは、長期的には YouTube からはいらないコンテンツなんですよ。なので、バレてないうちとか、登録者数50万くらいだったら別にそんなに受験生しか見せませんとかであれば、知られてないまでやり続けられると思うんですけど、じゃあこれが10年続きましたとか、登録者数が増えましたってなると、多分通報が増えて、YouTube 的にもいかがなものかなっていうことになってバンされるってことになるので、時間の問題でうまくいかなくなるんですよ。なので基本的にやっても、多少小銭を稼いで逃げるっていうのであればいいんですけど、そうじゃないのであれば、迷惑系と一緒なので、続かないよねっていう意味で、なので、ヘズマさんと一緒の迷惑系って言い方をしてますよ。はい。私は23歳、フランス卒女です。これまで学歴は関係ないと思い生きてきましたが、就職で上京して高学歴がやはり頭の回転が早く仕事ができる人が多く、恋愛でもハイスペの方がやはり彼女の出身大学にする方が多く、学歴があることがとても有料であると感じました。そこで仕事をしながら勉強して慶応早稲田あたりを目指そうかと思うのですが、無謀でしょうか。通信制とかあるんで、通信制の慶応行くといいんじゃないかなと思います。JAXA が宇宙飛行士を募集して、学歴不凡って言って、学歴を見ないで優秀な人をチェックしたら、結果として東大の人が2人受かったっていうのがあるんですけど、当選なんですよ。優秀な人っていうのは、例えばじゃあ弁護士資格取ってますとか、医学博士ですとか、勉強得意な人の方が、やっぱり客観的に優秀であることを証明する資格を持ってることが多いんですよ。で、客観的に優秀である資格を持ってる人は、大学も余裕で受かるんですよ。だから、普通に勉強したら F ランク大学じゃなくて、やっぱ東大とか慶応とか早稲田とか受かっちゃうんですよ。学歴がどうこうで、学歴を重ねきてどうこうとかあるんですけど、やっぱ頭のいい人が F ランク大学でも、早稲田でも東大でも、どれでも好きなとこ行っていいですよ。ただ、勉強した成果によって行ける大学決まりますよっていうんだったら、じゃあ勉強するわって言って優秀な人は東大受かっちゃうんですよ。なので、わざわざ勉強して F ランク大学行くやついないじゃないですか。勉強できないやつが F ランク大学行くんですよ。結局、学歴のあるやつは優秀なやつが多いっていうのはマジでそうなので、なんだ就職とかで学歴差別だとか言うんですけど、やっぱり学歴の高いやつは優秀な確率高いんですよ。残念ながらね。ただ、学歴低いやつが全員無能かというとそうでもないっていうのがあって、いろんな事情があって大学に行けなかった優秀な人っていうのもいるので、学歴が 100% 知性を表すかというとそうではないと。で、ただ、高学歴のやつが頭がいい確率は絶対的に高いんですよ。慶応の幼稚舎とか上がりで、慶応卒だけど頭悪いはたまにいるんですけど、東大受かるやつは基本全員頭いいです。ただ、頭いいけど頭がおかしいやつの割合も高いです。なんかね、統合失調症かなんかのね、心の病発生率のね、東大生の割合めちゃくちゃ高いんですよね。なんかね、3割とか4割とかね、なんか明らかにおかしな数字になってたんですよね。東大生の統合失調率みたいな。大学の勉強って好きな勉強をして受かりましたって人もいるんですけど、なんだかわかんないけど、興味もないけど、やれって
って言われたからやってますみたいな、自分の欲望と自分がやりたいこととか、生活の上で、例えば友達と遊ぶとか、恋人と楽しい思いするとかっていうのを完全に切り捨てて、勉強した方がいいと思ったから勉強したんすみたいな、ちょっとこういうタイプの人がやっぱり、高学歴多いんですよ。で、こういうタイプの人って、やっぱりちょっと心の病の人が多いっていうのもあったりするので、めちゃくちゃ記憶力のいい人っていうのって、割と自閉症の人とかにいたりするんですよね。アスペと言われるタイプの人とかなんですけど、自閉症のタイプで自分が興味のあることはめちゃくちゃやるし、いてること、起きてること、目に見たことを全部記憶してるんだけど、コミュニケーション能力めちゃくちゃ低いみたいな人みたいなのするんで、頭がいいっていうのが行き過ぎると、逆に何か欠けてる部分が出てきちゃったりっていうのもあるんですよね。だから僕も割と心が割とサイコパス的なことを言われがちなんですけど、サイコパスって言われると頭がいいという意味なのかなっていう誤解をして北総園でしまうタイプなんですけど、基本的にはそれぐらいちょっと頭おかしいっていうのがあるんで、皆さん気をつけてください。はい。先ほどスパチャに答えてもらったのですが、慶応や早稲田の数値を調べたのですが、通学よりも入るのが難易度が低いが、卒業するのに平均10年かららしく、卒業できるのも 3% かしかいないので、入学が難しくても通信より通学に行った方が早く卒業できるのもするのはどう思われますか？まず、通信の平均というのは気にしないでください。通信って、なんとなく有名大学の通信に申し込んで、勉強する気がないやつっていうのが 95% だと思ってください。なので、勉強する気がないので申し込んで金だけ払ってるっていうのは、早稲田慶応にとってみると、美味しいお客様なんですよ。なので、ただお金だけもらってる美味しいお客様っていうので、ほっといてるので、なので平均すると10年は当然なると思います。ただ、真面目にちゃんとやってる人は、僕が知ってる限り慶応で卒業した、1個下の後輩がいるんですけど、5年で卒業したのかな？で、慶応通信卒業なんですけど、通信で書く必要ないので、履歴書の中では慶応卒業になってる。っていうのと、あと知り合いでも通信制で卒業した人とかもいるので、ちゃんと勉強する人は5年ぐらい卒業できるので、平均とか一般卒業率とかっていう割合は気にしないでください。勉強しないやつが混じってます。私は現在、京都大学に合格するために勉強してるんですけど、正直学歴は人生において大切だと思いますか？ついでに人生で一番大切なものって何だと思いますか？将棋の棋士の人で、僕は棋士になったんですけど、兄は頭が悪いので東大に行きましたって言ってた人がいて、で、僕それ割と一理あるなと思っていて、昭和の時代とか平成の前半とかだと、大学に行くということと幸せに生きるということの相関が高かったと思うんですけど、今の時代って多分博打に強いやつの方が割とうまくいく確率高いんですよね。YouTuber の能力って何なのかって言われると分かんないですけど、でも20代で稼いでる職業ランキングでいくと、スポーツ選手か YouTuber がバーッといて、で、その後にエンジニアとか会社経営者がいると思うんですよ。エンジニアとか会社経営者って、40代、50代のエンジニアとか会社経営者と戦わなきゃいけないので、結構大変なんですよ。でも20代の YouTuber ってライバルは40代の YouTuber とか50代の YouTuber じゃないんですよ。まあ例えばじゃあはじめ社長と僕を見てる人のユーザーもファンも全然違うじゃないですか。なのでじゃあ20代で年収1000万2000万稼ごうってなると、同じ20代の YouTuber の中でそれなりのポジションを取れば年収2000万3000万いけるんですよ。じゃあなぜ YouTube が勝てるようになるのかっていうのは、もちろんYouTube の仕組みだったりユーザーの情報だったりとかアナリティクスを見たりとかっていう数学的な能力もある程度必要なんですけど、でもじゃあこういうネタが受けるよねっていうセンスだったり、他の人がやってないだったりっていう、他の人がやってないものでこういうネタが受けるだろうっていうところに時間と労力をかけるっていう賭けができるかどうかなんですよね。例えばじゃあメンタリスト DAIGO さんだったら、若いうちにめちゃめちゃスプーンをいっぱい折るっていうのをやってたわけですよ。100円ショップで買ってきたスプーンっていうのをひたすら折り続けるっていうのをやって、スプーン折りというのを物理的に修練としてテクニックとして手に入れるっていうのをやって、でそれ面白いよねっていうので引きがあるっていう。でもあれもじゃあひたすらスプーンを買うっていう投資じゃないですか。スプーン折れたとして、じゃあそれが自分が幸せになり続けるのかっていうと、それは分かんないじゃないですか。っていう賭けをする、他の人がやらないものに時間なりお金だったりという賭けができるかどうかで、その賭けに勝てるかどうか。ギャンブラーってなんとなく賭けてるわけじゃなくて、これが当たるだろうなっていう当たりをつけて賭けてくるんですよ。お笑い芸人さんで競馬で1億ぐらい儲けてるって言ったっけっていう方が競馬でどうやって勝つかっていう話してたんですけど、
他の人が書けるようなところに書けないっていう、至極当たり前のことを言っていて、みんなが勝つだろうっていう人に書けたら、それは倍率が下がるんですよ。なので、他の人が勝たないと思ってるけども、この馬はこういうタイミングでは勝つことがあるよねというところにかけ続けるんですよ。たまたま1回かけたって当たんないんですよ。そういうところばっかりにかけてると、いつか当たるんですよ。でもちろん一度も当たらないで終わる人もいるんですけど、でもやっぱり万馬券っていうのは一定の割合で必ず発生するんですよね。万馬券がここ10年出たことがありませんっていう競馬場ってないじゃないですか。やっぱり万馬券って必ず発生するんですよ。そうすると、万馬券というのが起きる場合はどういうレースで、どういう馬がどういう形で起きるか。そうすると、このレースだったらこれが万馬券取るかもしれない。このレースだったらこれが万馬券取るかもしれないっていう万馬券を最初から当てにいってるんですよ。1位と2位の馬を当てるというゲームなので、1位と2位になりそうな強い馬にみんなかけがちなんですよ。で、これが学歴ね。要はそのなんか東大とか京大に行ったら幸せになれるんじゃないかってみんな思い込む。で、確かに東大京大に行って金持ちになる割合は高いでしょうと。ただ、東大京大に行ったとしても、その後、会社員になったり官僚になったりするんですけど、会社員官僚になることが本当に幸せなのかって思うと、他の好きなことやって金儲けてる方が得なんじゃねっていう話になると、東大京大に行って一般企業官僚になるというよりも、こっちの方が楽しいんじゃねって、こっち側に最初からかけ続けた方が、実は幸せになる確率は高いのではないかという話。はい。とはいえ大学にも行けないような頭の悪い人が何かやろうとしても失敗する確率が高いので、一応大学に受かるぐらいの勉強はちゃんとしといた方がいいとは思いますよ。16歳中卒女、この間中卒に未来はない、お前生きてればなんとかなると思ってるだろう。7年で中卒はと学歴が全てのそうして言ってました。その言葉が頭から離れず自分的には生きてればなんとかなると思ってますが、小中不登校から現在収録で毎日楽しく語れています。本当に学歴が全てなんですか？恥ずかしいですが、学歴は小4あたりで止まってます。高卒認定は100取った方が良いですか？ご意見いただければありがたいです。16歳なんですね。まあ別に今の時点で仕事してるのは楽しいのは全然いいと思うんですけど、で、学歴が全てではないです。ただし、学歴があった方が楽です。あと、選択肢が多くなります。今やってる仕事が楽しい。で、これ一生やるっていうのを覚悟決めてるんだったらいいと思うんですよ。でもなんか途中で IT 企業みたいなところで働いてみたいとか、青山にあるおしゃれなビルで働いてみたいとかになると、面接通さなきゃいけないんですけど、面接通るときってやっぱり大卒の方が受かりやすいんですよね。なので自分の選択肢として一生今の仕事で行くんだ。で、今働いてるところが永遠に潰れないんだっていう保証があるところだったらいいと思うんですよ。公務員みたいな。そうじゃないときって、じゃあそこの会社が突然潰れました。で、中卒ですっていうときに、じゃあこういうことやりたいなって思った時に学歴がないためにそれができないっていうのが起きちゃうんですよ。で、すげえ有能であれば別にそんなん関係ねえよ、俺なんとかするよっていうのもあると思うんですよね。例えば、サッカー選手本田圭佑さんとか高卒なんですけど、多分あの人が大学に行く必要は全くないんですよね。そもそものは普通にいろんな経営とかやってるし投資もやってるので、学歴がないまま一生困んないと思うんですよ。ただそういうタイプの何かもうすでに実績がありますって人であれば学歴なんか全然なくてもいいんですけど、もしくは親が金持ちとかね。親がイーロン・マスクですとかだったらもう一生働く必要ないので、学歴動向関係ないと思うんですよ。イーロン・マスクの息子がうちの会社に来てくれるんだったらもう全然採用しますみたいな会社がそこら中にあるので、もうイーロン・マスクの息子っていう、石油王の息子でもいいんですけど、っていうつながりコネさえあれば別に学歴なんか全然いらないんですよ。っていう何かこの人は価値があるって思わせるものがある人は全然いらないと思うんですよね、学歴は。ただそうじゃないんだったら学歴があった方が面接通りやすいっていうのはありますよ。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。